皆さん、こんにちは。現代のもののけ姫こと、まこです。この動画が出ている頃にはきっと私は入院しているのではないかなと思うんですが、ちょっと過去に2回くらいお話ししてきました、胸のしこりの摘出手術をしますっていうことで、入院をします。手術と入院っていうことですね。します。で、まだその動画見てないよっていう方は前の動画を見ていただきたいんですが、やっと、手術の日程が決まって入院の日程が決まったっていう中で、その前段階でですね、その手術に向けて、入院に向けて、こんなに大変だったのって思って、結構疲弊してしまって、そこだけで、普段病院通いをすごい行ってるがん患者さんとかは本当に大変なんだなって改めて感じました。私自身入院するのは3回目になります。26歳で、怪我をして下半身麻痺になりました。それまでは一度も入院したことがない本当に元気な人だったんですけど、この26から今年34になるこの7年間8年間で3回も入院するんだって思ったんです。まず1回目は普通にその積損のあれで入院しました。で2回目はやけどで入院をしました。で3回目今回なんですけど、一番初めのところは緊急入院だったので、私自身はもう当事者だから、ただただ運ばれ、ただただ手術を受け、目が覚めて、もう入院しているっていう段階だったんですね。で、2回目に関しても、緊急っちゃ緊急なのかもしれないけど、そもそも救急車で運ばれて、やけどがね、救急車で運ばれて、病院に行ったけど、入院になりますね、と。ただ、そこの病院は、山形県の同じ病院だけど、全然私が住んでるところとは違うところの病院だったので、そこで入院しなきゃいけないのかって私は思ったんですよ。だから、自分の住んでいる地域に近い病院でどこか入院できるところがないかって言われた時に、いや、そっちにも形成外科あるからそっちでも入院していいですよっていうことで、その日は包帯ぐるぐるにして帰って、で、次の日入院っていうことになったんです。だから、その時も一応私自身は当事者で、いろいろしたかって言われたんです。何もした記憶がなかったんですね。で、今回、しこりを取るにあたって、まず、診察に2回行ってるし、2回行った中で、その後に、MRI 画像を撮るっていうので、また別に3日目か行って、で、その MRI 画像の結果とプラスその後に先生とお話しして MRI 画像を撮った後で、その後また1日空いてまたもう1回病院に行って、で、主治医の先生とそれ以外今まで会ったことない執刀をしてくれるその手術のところにいる外科関係の先生と他2人と喋ります。で、その後に入院の手続きをするためのお話を病院としますっていうところで、まず、この2つの診察は仕方ないとして、ここ MRI 取りました。で、その後、先生と話す時間、その時点でこの日はね、もう3時間くらい病院にいたんです。で、1日空けてこの日は、他の先生と喋るっていう日は、朝8時45分くらいから入って、もうずーっと待って、終わったのが2時前くらいだったんですよ。でも約5時間くらい病院にいたんです。もう大半はでも待ち。もう超しんどいって思って。で、入院の手続きの話も1時間くらいかかって、こんなにかかんのみたいな。で、親がやってくれてたのかなって思うじゃん。この2回、他の2回。そしたら親も、いや、こんなことしたっけかなみたいな感じがあって、だから事前に入院するのと、ちょっと緊急で入院するこのタイミングの、あれって全然違うんだなっていうのが、私自身初めて、自分自身で入院にしに行きますっていうことの出来事だったので感じました。私は3ヶ月に1回、大きいってわけでもないけど、でも市内で基本的には大きい病院に薬をもらいに行くっていうことだけは3ヶ月に一遍しているんだけど、先生と面会して喋って薬もらうだけだから、
もう私が受付してカードがあっちに流れた瞬間に結構早めに呼んでくれるのよ。予約時間内の中で。だから本当に受付して帰ってっていうところまで30分しか病院にいなかったっていう、総合病院だけど30分で終わるっていうことばかりを日々ね、ありがたいことに経験してたから、待ち時間、予約の時間に行っても結局呼ばれるのはその予約時間から1時間後、1時間半後っていう経験が本当になくて、大体総合病院ってそういうのがザラにあるっていうことをやっぱ改めて感じたんですよ。それだけでこう毎回通って経過観察行かなきゃいけないっていうそういった病気の方々とか本当にそれしんどいなって思いました。私自身多分ちょっとせっかちなところもあるから本当に待ってんのが苦痛でたまらないし、なんかどっかで待つみたいな感じじゃないじゃん。いつ呼ばれるか本当に分かんないっていうところがなんかストレスだなって思いました。だからもう入院する前から結構疲弊をしております本当大変なんだなって思います。改めて、手術に関してですけども、部分麻酔かなと思ったら全身麻酔で行うそうなので全身麻酔するし、なので気管挿管するしみたいな。で気管挿管も私は積損の時に喉からやられた記憶がなかったんだよね。なんか私は鼻からだったのかな、わかんないけど、とりあえず、全身麻酔して摘出してっていうことを今後やっていきます。で入院期間も手術の経過を見てからじゃないとなかなか決めれないっていうことだけれど、何もなければ手術の前の日に、入院をして手術して3泊4日で帰れるのではないかなっていうことでした。養生腫瘍の動画を出した時に経験ある方々からコメントをいただいて、中には養生腫瘍になりましたと。で1回取ったけどまたできて、結局しこりとしては良性なんだけど2回取ったことによっておっぱいを片方全摘しましたっていう方もいらっしゃいました。養生腫瘍はこうできやすい人がいるっていう、どうしてもこう再発しやすい、良性であっても再発しやすい、できやすい体質の人がいるらしくて、なので私自身も結局取ったらまたちゃんと経過観察っていうのをしていかなきゃいけないですし、右だけなのかまたはもしかしたら新たに左にできるのかみたいなのもね、今後の人生あり得ることでもあるんです。あと他にもやっぱりこうしこりが気になってたけどまだ検査に行ったことないですっていう、20代の方からコメントもいただいたりして、私もそうだったけどやっぱ行った方がいい行って安心した方がいい。行ってダメだったというか何か悪性だったとしたらそれは早い方が絶対行った方がいいから、やっぱりこう何か気になるポイントがある人は必ず行った方がいいと思います。コンプレックスがたくさん増えてきている中でもう一個増えるのかっていうね、どうしても傷ができたりするし、電気メスを使うそうなので、皮膚に対してのやけどっていうところがもしないようには手術してはくれるんだけど、リスクとしてはゼロなわけではないので、こう切除していくにあたってやはりこう血管とかを切るっていう行為もあるので、なんかそれに対して後々の皮膚の変色みたいな、そこに血が通わなくなるわけじゃん、皮膚に対して。だからちょっと黒ずみみたいな感じになる場合もありますよっていうような説明を受けました。だからそういった中ではやっぱり今いろいろたくさん心配することがあるかもしれないけど、なってみないとわからないので、もう終わってみないとわからないし、経過見てみないとわからないので、私自身は別に全然何かそれの入院とか手術に関して不安だな、不満だなっていうポイントはないんですよね。入院生活ってさ、意外と楽しみなんだよね。家でグダグダするっていうより、なんか結構甘えた感じでグダグダできるし、普段家にいても仕事はしなきゃいけないと思うわけだって、そういうポジションの仕事だから基本パソコンを見てたりとか、なんか動画編集
どうしようかなとか、なんかないかなとか、なんか資料作んなきゃいけないかなとか、何かどこかがずっとこう仕事モードなんだけど、病院にいる時はもう完全に休んでもいいんだっていう切り返しができるから、なんか遠慮なく休めそうだなっていうのがあるんです。また退院して、手術の様子とか、流れとか、傷口とか、まだこういろいろ段階を追って動画を撮ることがあると思いますが、これから手術決まったのでやってきますというようなご報告動画でありました。はい。ということで、何回も言いますけども、女性陣の皆さん、プラスでも男性にもあったりするので、健康診断とか検診っていうことは年齢関係なく、気になることがあったり気になることがなくても行くようにしていただきたいなというふうに思います。はい。ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。